カレーが焦げる原因。カレー大好き。でも最後の方で焦げついちゃってがっかりしたことありませんか？せっかく美味しく作れたと思ったのにそこが真っ黒。本当にショックですよね。実はカレーが焦げる原因はたったの2つだけなんです。これを覚えれば失敗は劇的に減りますよ。その原因とはルーを入れた後の火加減とそこからの混ぜ方です。この2つを正しくマスターすれば焦がさずツヤツヤで美味しいカレーが作れるようになります。今日のゴールは焦げ付きの理由を知って今日から再現できる状態になることです。まずはみんなの失敗あるあるを見てみましょう。あるある1、野菜もお肉もいい感じ。ルーを入れてよし、あとは煮込むだけ。ちょっと目を離したら鍋の底から焦げすい匂いが真っ黒になっていた。あるある2、焦げないように混ぜなきゃと表面をくるくる。でもお玉をそこに入れた瞬間ガリッと焦げの塊が。あれテンションガタ落ちですよね。原因1割る対策1。では1つ目の原因、ルーを入れた後の火加減について解説します。原因1、そもそもなんでルーを入れると焦げやすくなるんでしょうか？それはルーに小麦粉イコールネバネバの素がたくさん入っているからです。ここでちょっと例え話をさせてください。ルーをネバネバの接着剤だと思ってください。接着剤を熱したフライパンに置いたらすぐ焦げつきますよね。ルーもこれと同じなんです。ルーが鍋の底に沈むと強い火に直接当たって一気に焦げちゃうんです。対策。じゃあどうすればいいのか？対策はとてもシンプル。ルーを入れるときは火を極弱火にするか一度火を止めてください。これが鉄則です。完全に溶かしきってから弱火で煮込むようにします。強火は絶対に NG です。これだけで焦げ付きリスクはぐっと下がりますよ。原因2割る対策2。次に2つ目の原因、そこからの混ぜ方です。原因2、混ぜているのに焦げるという方、その混ぜ方少し見直しませんか？カレーは粘り気が強いのでお玉をくるくる回すだけでは鍋の底全体を混ぜられません。特に鍋の底と端、隅っこにルーや具材がたまりやすいんです。そこが焦げの起点になります。ここで初心者の判断基準、木べらやシリコンスプーンを使った時の感触です。そこをこすってみて何かが溜まっているような重さや引っかかりを感じたら要注意。そこが焦げやすい場所です。逆にスラスラ動くなら大丈夫です。対策。対策は鍋の底全体をこするように混ぜること。木べらを底にしっかり当ててのの字を書くように隅々まで丁寧にこすりましょう。特に鍋の端っこは忘れがちなので意識してこすってくださいね。これ意外と力いりますよ。最強のコツ。ここまで2つの原因と対策をお話ししました。これだけでも十分失敗は減ります。でももっと簡単にもっと美味しく作れる最強のコツがあるんです。それは余熱を活用すること。ルーを完全に溶かして弱火で5分ほど煮込んだら一度思い切って火を止めてください。そして蓋をして10分から15分放置するんです。煮込まなくていいのと思うかもしれませんが、これだけで余計な水分が飛ばずに焦げ付きのリスクが激減します。さらに放置している間に具材に味が染み込みやすくなるんです。一石二鳥ですよね。NG 例。最後に料理初心者がやってしまいがちな NG 例を2つご紹介します。NG 例1、ルーを入れてから強火で一気に煮立たせる。これは最も焦げやすい行動です。早く作りたいという気持ちはわかりますが、焦げたら元も子もありません。焦がさず弱火でじっくり煮込みましょう。NG 例2、金属製のスプーンでガシガシと底をこする。これは鍋を傷つける原因になります。傷ついた鍋はそこからさらに焦げつきやすくなります。また剥げた焦げが全体に困って見た目も味も悪くなってしまいます。混ぜるときは木べらやシリコン製のスプーンを使いましょう。まとめ。いかがでしたか？カレーの焦げ付きはたったの2つのポイントで防げます。
結論、カレーの焦げ付きはルーを入れた後の極弱火と鍋の底全体をこする丁寧な混ぜ方で防げます。今日から再現できるようにチェックリストにまとめました。ルーを入れる前に火を止めるか極弱火にする。ルーは完全に溶かしてから煮込む。混ぜるときは鍋の底全体をこする。木べらの感触で底のたまりを確認する。余熱を活用して放置タイムを作る。次回はなぜオムレツがべちゃっとなるのか、その意外な理由を解説します。焦がさずツヤツヤの美味しいカレー、ぜひ作ってみてくださいね。